なんか匂いがちょっと他の場所とちょっと違いますね。これがキリングツリーです。あれ骨ですね、多分。はい、ということで今からついにカンボジアに向かいます。でカンボジアに必要なのがビザが必要で、ネットであらかじめ3日前以上前に取らないといけなくて、行く日が決まってる人はもう早めに取っちゃって大丈夫なんですけど、僕直前2日前ぐらいに予約しようとしたら予約できなくて、3日後のやつ予約して手続きが3日かかる可能性があるっていうことで、1日で実際は取れたので、2日後行けたんですけど、結局余裕持って申請した方がいいです。バスで行く場合はビザのコピーが2枚必要で、そのコピーがベトナムで、日本でコピーする場合はコンビニですぐできると思うんですけど、ベトナムのコンビニはコピー機なくて、コピー屋さんみたいなところでコピーするんですけど、僕の場合はホテルでダメ元で頼んだらしてくれました。でバスは7時間ぐらい乗ります。でちょっとカンボジアの通貨がネットでは、カンボジア行くときはドル持ってった方がいいって書いてあったんですけど、ちょっとドル引き出すのちょっとだるくて、カンボジア着いてから、ATM で引き出したいと思います。ちょっと今回はリスキーなんですけど、ドル何も持たずに行きます。食べ物はたらふく買っといたんで、食べ物に困ることはないと思うんですけど、お金はちょっと不安ですね。じゃあバス乗り場まで向かいます。でバスは入国手続きがあるので午前中しか出てないです。なので7時、8時、1時の3通りしかなくて、今回1時のバスで行きます。席は結構広めですね。このチケットオフィスで紙みたいなのもらう感じです。発車して5分ぐらいでパスポートを回収しに来ます。パスポートと E ビザのコピーを渡す感じです。でバスの料金は3000円でした。最近まで飛行機に乗るのも不安だった男なので、今回陸路での国境越えすごい不安です。はい、ということで今ベトナム側の国境に来たので出国手続きしてきます。これで終わり？あっちにカンボジアの国旗あるんで、もしかしたらもう終わりですね。これでマジで名前呼ばれただけ。マジやっぱり入国の手続きありました。はい、ということで無事到着しました。よかった。途中で降ろしてもらいました。頼んだら降ろしてくれました。今から歩いて予約してるホステルまで向かいます。今回泊まるホステルです。今ホテル着いたんですけど、ちょっとミスったかもしれない。パリピしかいない。プールもついてます。うわー、やりてえな。部屋がここですね。広っ。今日はカンボジア観光行ってきます。で今から昼ご飯食べに行きます。すごい、カンボジアはトゥクトゥクみたい。初トゥクトゥク。バイクよりこっちの方がいいわ。ということでわざわざトゥクトゥクに乗って食べに来た場所に到着しました。ここでお昼ご飯食べます。水無料でセルフらしいですね。ちょっと大丈夫かな。
お茶っぽい。ということで今来ました。こっちがバイチャーっていうチャーハンみたいな米で、こっちがロックラックっていう牛肉の炒め物です。カンボジア料理ですね。この胡椒が結構美味しいらしくて、ちょっと楽しみですね。いただきます。実はメニューに載ってなくて、お店の人にバイチャーロックラックって言うと出てくる裏メニューみたいです。米パラパラでめっちゃ美味しい。味もしっかりしてるかな。次肉は独特の風味があって、ちょっと気になる人はちょっと気になるかもしれないです。ちょっと胡椒いってみます。塩胡椒つけて、塩胡椒かけた方が美味しいわ。胡椒うまいわ、やっぱ。なんか強い香りが。うまっ、胡椒。これかけます。かけなくていいかな。はい、ごちそうさまでした。まあ味は普通ですね。ご飯の料金はあんだけいっぱいあって300円しないぐらいでしたね。安い、めちゃくちゃ安い。プノンペンで僕が滞在してるホテルの周り、なんかめちゃくちゃ高くて、スーパーでも日本より高い、もしくは日本と同じくらいの値段で売られてて、ちょっと食べるもの困ってたんですけど、ちょっと外れるとやっぱり安いですね。で、今からトゥールスレーン虐殺博物館っていう、カンボジアの負の遺産って呼ばれてる場所に向かいます。ここから入ります。1人10ドルです。すごい、子供もいる。10ドルってちょっと高いな。中撮影ダメだったので、写真でお見せするんですが、すごかったですね。もう悲惨でした。1975年から1979年の4年間にポル・ポトっていう人が国のトップに立ちます。で、この国のトップが一般市民を大虐殺します。で、ポル・ポトの思想は原始共産主義っていう考え方で、これは原始時代みたいな暮らしをしたらみんな幸せっていう考え方で、そのため頭が良さそうとかメガネをかけてる人とか英語が話せるなどの知識人と疑われた人は殺されていきました。これが実際の収容所なんですが、もともと高校として使われていた場所になります。そのため児童が遊ぶためのものが拷問器具として再利用されます。教室は収容所として使われ、簡易的なレンガで仕切られてました。血痕が残っている部屋もありました。廊下は自殺防止の有刺鉄線が当時のまま残っていました。ここが実際に拷問された場所で、ベッドの下が黒ずんでるのがわかると思うんですが、これは拷問を受けた方の血でこれだけ黒くなってます。他にも壁とかに引っかき傷や返り血などもある部屋があったりして、とても悲惨でした。拷問部屋だけとても空気が重い気がしました。あと写真では撮らなかったんですが、実際に亡くなった方の写真がずらっと
並んでる部屋などもあって、拷問を受けた後の写真とかも展示されてあって、途中で体調が悪くなる人はなると思います。で、次ちょっと遠いんですが、キリングフィールドっていう、今行ったところは拷問とかがメインでされてたところで、次行くところは実際に処刑されるのと、埋められてた場所に今から向かいます。でちょっとね、思ったより時間がなくて、ルールスレーン滞在時間はだいたい3時間ぐらいいました。キリングフィールド到着しました。ちょっと時間ないんで今から行きます。はい、入場料は$6でした。ちょっと高くない？実際ここがお墓、人が埋められた場所みたいで、盛り上がってるのがわかると思うんですけど、これは人の発するガスで盛り上がったりしてるみたいです。で、気のせいかもしれないんですけど、なんか匂いがちょっと他の場所とちょっと違いますね。気のせいだと思うんですけど、臭くはないんですけど、なんか栗のような匂いがします。で、未だに骨とか布が見つかるみたいです。殺されていたのは女性とか子供とかもいて、ここは女性が殺されていた場所みたいです。で、ここで服とかを脱がされて、そもそもカンボジアの女性はお風呂とか入る時にも服を着るぐらい結構裸になるということに対して抵抗があるみたいで、実際ここで服を脱がされて、ある人によってはレイプされたりとかもして、この木、赤ん坊を持っている方はこの木に赤ん坊を目の前で打ちつけて殺されて、その後に母親側が殺されてたみたいです。実際発見された当初はこの木の幹に脳みそや血痕が残ってたみたいです。ちょっと見づらいんですけど、あれ骨ですね。多分やっぱ出てくるみたいですね。殺害するときに大きい音、大きい声とか叫び声とかを発すると思うんですけど、その悲鳴とかをかき消すために大音量で音楽を流してて、ここら辺の周りに住んでる人たちはポル・ポトの人たちが集会を開いてるとか、あとはお祭りをやってるとかっていう風に勘違いさせてたみたいです。で、実際に、その当時流れてた音楽聞いたんですけど、ちょっと普通の音楽なんですけど、背景を知ってから聞くとゾッとしましたね。っていうことで、今から実際にここで発掘されて遺骨とかが安置されている場所があるので、そちらに最後向かって終わりにしたいと思います。あそこに安置されてます。で、カンボジアにはここのキリングフィールド以外にも実際他に300カ所ぐらい殺されてた場所があるみたいで、その中でここは一番大きな慰霊塔がある場所になります。で、殺された人の数なんですけど、正確には分かってないみたいなんですが、だいたい300万人、カンボジアの人口の4人に1人が殺されてたみたいです。300万人ってやばいですよね。前見に行ったベトナム戦争が10年でベトナム人が約300万人亡くなってて、今回カンボジア人がカンボジア人を殺した、それと同じ数ってやばいですよね。しかも年数がベトナム戦争は10年だったのに対して、これはたったの4年でここまでの人が亡くなってるっていうのは本当に心が痛みますね。
こちらが実際の慰霊碑です。靴は脱がないといけないみたい。すごい。でこの頭蓋骨には実際に、殺害される時に銃じゃなくてナタとか斧とかが使われてたみたいで、その理由として、シンプルに銃が高いから、弾薬が高いからっていうことでそういう斧とかが使われてたんですけど、頭蓋骨にも実際に残ってて、ちょっと見づらいんですけど、頭とかを殴られた跡みたいなのが実際肉眼で見えるぐらい分かりますね。頭蓋骨の片方が割れてたりとか、ひびが入ってたりとか、基本的に頭蓋骨って硬いんで割れないんですけど、すっごい。ということで、全部見終わりました。個人的には最初に言った収容所の方が顔の原型がない子供とかの写真とかが実際に展示されてあって、そっちの方がちょっとショッキングでしたね。ということで、首都のプノンペンまで戻ってきました。今から夜ご飯行きます。本当に高くて、プノンペンすき家、宿の近くにすき家あるんですけど、値段書いてあるかな。これすき家じゃないだろ、しゃぶしゃぶなんだけど、見て、すき家って書いてある。どういうこと？12ドルってやばくない？余裕で1000円超えてきますね。なし。本当にプノンペンの近くマジで高くて、もう必死になって探したんですよ。ネットではベトナムより安いって書いてあったんで、物価が、食べ物とかもローカルだったら安いみたいな書いてあったんですけど、もうローカルでも全然高いです。カフェとかも全然高いし、探し回った結果、プノンペンに1軒だけあって、今日そこ向かいます。安いし量多いんで、おすすめですね。今から向かいます。えぐい。カンボジア素手でゴミ分別してんだけど、マジで。場所なんですけど、 Google マップで調べても出てこないんで、この武蔵っていうお店を調べて、それの隣にあるんですよ。武蔵っていうお店の2軒隣ぐらい、角っこのお店ですね。これもういかにもローカルな感じのお店です。はい、ということでフィッシュアモックってやつ頼みました。これで600円ぐらいでした。ちょっと高くないですか？でもここら辺だと結構安い分類です。で、アモックはカンボジア料理の代表的な料理の一つで、淡水魚とか鶏肉などをココナッツペーストで煮込んで卵で閉じた食べ物になります。じゃあいただきます。香りはカレー風味。味はね、ちょっとタイ料理に似てるかも。今回魚のアモックにしたんですけど、骨刺さった。痛い、取れない。いっか。魚ホロホロでハーブの香りが効いてて美味しいですね。カレーの風味はあんま強くないかな。はい、ごちそうさまでした。魚ね、いっぱい入ってて最高でした。いや、美味しかった。ちょっと600円高いけど、安いか。安い。
満足したんで全然大丈夫、いいです。ちょっとプノンペン高すぎるんで、もうさっさと移動します。また夜行バス使ってアンコールワットのあるシェムリアップってとこ向かいます。はい、ということで今からアンコールワットのあるシェムリアップまで向かいます。もう夜の11時半ぐらいなんですけど、夜の11時ぐらいなんで、もう寝るだけですね。また明日の朝お会いしましょう。バイバイ。